こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はハロウィンの置いて飾れるコロンとした可愛いかぼちゃと、壁面に飾れる立体的なかぼちゃを作ります。置いて飾るかぼちゃを作ります。サイズはどのサイズでも構いませんが、今回は15センチ ×15 センチの正方形の色画用紙を8枚準備しました。正方形の色画用紙を三角に折ります。折ったラインの4分の1ぐらいのところに印をつけます。つけた印が今5センチぐらいでしたので、反対側も同じぐらいのところに印をつけます。角を落とすように丸く切りたいと思います。印をつけたところからカーブを描いて、このように自然な三角のラインまでつながるような線を引きます。反対側も同じような線を引きます。同じように引きたい場合は、先に切って、これを型にして、反対側も印つけて切っていきます。このような形になりました。残りの7枚も同じ形に切っていきます。先に作ったこちらを型紙にして、同じように切っていくことにいたします。半分に折って、先ほど作った紙をこのように重ねて、印を取っていくと、同じように切ることができます。8枚切ったうちの4枚をまず貼り合わせていきます。折り目のところからだいたい2センチ幅ぐらいですかね。このように接着剤を塗って折り目が合うようにぴったり重ねていきます。また同じように接着剤を塗っていきます。貼り重ねます。最後の1枚も同じように貼り重ねます。このような形に貼れました。端から2枚ずつ、1枚、2枚ですね。角を持ってきて、このように貼り合わせていきます。角同士を真横に貼るのではなく、上が少し広がるようにしたいので、このように角がちょっと上のあたりですね、真ん中より上に来るように斜めに貼ります。そうすると上が広がって下が少し狭くなります。貼りたい角の内側に1枚だけこのように接着剤をつけて重ねてしっかりと貼ります。このような感じで貼りました。次の2枚も同じようにこのように重ねて少し上が広がるように斜めになるように貼り合わせていきます。
あと2回同じことを繰り返します。残りの4枚で同じように作り、半分ずつのかぼちゃを2つ作りました。かぼちゃのヘタを作ります。このぐらいの感じで貼ります。今回は6センチ ×6 センチの色画用紙を1枚準備しました。縦に半分に折ります。半分ぐらいのところに印をつけます。上の4分の1ぐらいのところに印をつけます。ここを切り取っていきます。横に伸ばして、上からも下に伸ばして、少しカーブを作るように線を描きます。こちらも今しっかりと角がついてますが、カーブができるように線を引きます。ここもちょっとだけ角を落とすような線を引いて、このまま切っていきます。広げるとこんな形になりました。かぼちゃの裏に貼っていきます。接着剤をつけます。下のあたりにこのように接着剤をつけたら、かぼちゃの裏のまっすぐの線とヘタのまっすぐの線を合わせて、このように貼ります。表から見て、ちょうどよく出るぐらいのところで貼っていきます。2つのかぼちゃを背中合わせに貼り付けていきます。接着剤を中心の折り目のところから両側につけていきます。このように接着剤が塗れましたら、中心の線が合うように、全体の形も合うように重ねて合わせて貼り付けて、これでかぼちゃが出来上がりました。壁面飾りのかぼちゃを作ります。置いて飾るかぼちゃと同じように切った正方形の紙を今回は5枚準備します。置いて飾るかぼちゃを作った時と同じように形に切ったものを5枚同じように重ねて貼っていきます。5枚重ねて貼れましたら、置いて飾るかぼちゃと同じように1枚ずつ重ねて2枚の端を重ねて貼っていきます。5枚貼り合わせましたら、同じようにヘタを貼っていきます。目と口を作っていきます。10センチの正方形に切った黒い紙を半分に折ります。紙端の辺の半分のあたりから下の折り曲げたところまでカーブを作って線を描きます。折り曲げた辺の3分の1のあたりから先ほど線を描いた半分のところのあたりまでカーブを描いて
にっこり笑った口の半分側ですね、を描きます。口の上を少しギザギザにしたいと思います。ここの口の半分のあたりから斜めに線を引いて、三角を作るようにもう一本線を引いて、先ほどの端から少しカーブを描きながら、このようにつなげます。目の印も描いてしまいます。目は三角形にしたいので、このような形で適当な三角を描きました。これに合わせて切っていこうと思います。口ができました。目も切れました。かぼちゃの中心のあたりに口と目を貼っていきます。口の端の裏になる方に接着剤をつけて、このように貼っていきます。目も一度当ててみて、貼る位置を確かめたら、そこに貼れるように接着剤をつけて貼っていきます。これで皮のついたかぼちゃができました。こちらのかぼちゃは黄色とオレンジの2色で作りました。ちょっと一回りちっちゃいのもこんな感じになります。あと、奥かぼちゃも顔をつけても可愛いかと思います。いろんなかぼちゃを作って楽しんでみてください。